こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで、年次有給休暇について少し詳しく解説をしていきたいと思います。年次有給休暇に関しましては、もうどこの会社さんも取得義務ということで5日間の消化義務化というのはあるかと思います。そして年次有給休暇の取得促進に向けて取り組みをしているかと思いますけれど、従業員を雇用していてよく受ける相談の一つですね、年次有給休暇の買い取りという問題があります。特に多いのは従業員の退職時の年次有給休暇の買い取りということになってきておりますけれど、この年次有給休暇を買い取ってと言われたとき、皆さんの会社ではどうしているでしょうか。この年次有給休暇の買い取りの是非について解説をしていきたいと思います。まず今回の概要ですけれど、年次有給休暇の制度の概要についてまずは見ていきたいと思います。特に重要になってくるのが制度の、趣旨になってきますので、よく理解をしてほしいと思います。そして昨今ですね、年次有給休暇の取得率が日本は世界に比べて低いというところも受けまして、政府は非常に積極的に年次有給休暇の取得促進というのを図ってきておりますけれど、では一番直近のデータで年次有給休暇の取得率、今どういった状況なのかについて見ていって、今回のメインであります年次有給休暇の買い取りの是非について解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まず年次有給休暇制度の概要について見ていきたいと思います。なぜ年次有給休暇という制度があるのかということになりますけれど、労働基準法第39条に規定をされているものが年次有給休暇というものになっておりまして、その制度の趣旨としては、労働者の心身の疲労回復、そして労働力の維持培養、そしてですね、ゆとりある生活の実現にも資するという考え方から年次有給休暇の制度というのが設けられております。こちらはですね、法定で定められている法定休日の他に年一定の日数の有給の制度を与える制度となっておりますので、法定休日のお休みとは別という形になります。そしてその要件と効果になりますけれど、雇い入れをしてから起算をして6ヶ月間継続勤務をして、なおかつ全所定労働日の8割以上を出勤することが条件。そしてその労働者に対して原則10日の労働日、ですね、年次有給休暇を付与するという形になります。もちろん年次が上がっていきますと10日からどんどん増えていく、最大20日という形で付与がされるという形になってきます。そしてですね、年次有給休暇の取得の単位ですけれど、こちらは原則として1日という形になっております。そして、労働基準法第39条の第4項の方に新たに付け加えられたのが時間単位の年次有給休暇の取得という形になっておりますけれど、こちらは原則ではなく、労使協定を結んだ場合に時間単位で年次有給休暇を付与することができるという形になっております。そしてポイントはですね、半日単位の年次有給休暇の取得という形になりますけれど、こちらは明文の規定がないので、会社の中で半日単位の年次有給休暇の取得制度を設けているかどうかという形になりますので、設けている場合は就業規則への記載が必要という形になります。そしてこの中のポイントとしてはですね、やはり年次有給休暇の制度趣旨ですね、ここがですね、年次有給休暇の買い取りに大きな影響を与えてくるというところになってきます。また要件効果のところではですね、6ヶ月間継続勤務はいいんですけれど、8割以上の出勤といったところがポイントになってきまして、この8割ですね、シフト制だったりといったパートアルバイトの方の場合、8割どうやって計算するんだというところもありますけれど、そちらはですね、また別の動画で算出の仕方というのを解説をしていきたいと思います。また労働日数がですね、通常の正社員の方よりも少ない方に関しても10日与えなければいけないのかといったところがありますけど、こちらもですね、比例付与という制度がありますので、こちらも別の動画で解説をしていきたいと思います。そして年次有給休暇の取得率の推移ですけれど、見て分かるようにですね、どんどん年次有給休暇の取得率というのは
上昇してきているという状況で、直近令和5年度においては初めて6割超えというところで 62.1% になってきたという状況になっております。ただしですね、政府目標としては2025年に 70% 以上という形になってきておりますので、まだまだ目標達成には程遠いのかなというところになってきております。ただ現状の5日消化義務化といったところではですね、70% 達成はもう当初から難しいというような意見もありましたので、今後現状は5日の消化義務化ですけれど、増えていく可能性もあるのかなというふうに個人的には思っております。また年次有給休暇の全体の取得率が 62.1% ではありますけれど、やはりですね、週末営業が多いような飲食、宿泊、サービス、そういったところに関しましては、年次有給休暇の取得率というのがまだ半分に満たないということで 49.1% で、このあたりは課題なのかなというふうに考えております。そして年次有給休暇の買取の是非についてですけれど、こちら年次有給休暇の買い取りというのはもちろん法定の明文はありませんし、原則として不可、禁止という形になります。その理由ですけれど、その理由はですね、やはり年次有給休暇の取得の制度趣旨としてはですね、本来労働者をリフレッシュさせるための制度になっております。そしてただ休ませるというのではその分お給料が減ってしまいますので、収入が減る心配をしないでしっかり休んでリフレッシュしてもらうための制度が年次有給休暇という形になりますので、そうしますと休ませずに有給の買い取りを行うということは年次有給休暇の制度趣旨に反するという形になりますので、買い取りは禁止という形になっております。もちろんですね、よくある質問としてはですね、労働者がそれでいいと、休まなくていい、買い取りをしてほしい、会社もそれで OK だといった場合で、労使で合意をしているんですけど、それでもダメですかと聞かれるんですけれど、労使で合意をしていても、不可という形になります。ただしですね、買い取りは原則として禁止となってありますけれど、例外というのがいくつかあります。例外としては3つのパターンがあるんですけれど、まず1つ目としては法律で定められた日数を上回る年次有給休暇の部分の買い取りという形になっております。年次有給休暇は法定でですね、10日をスタートにして最大20日の付与という形になっておりますけど、それを上回るような付与をしている場合で、その上乗せ分に関しての買い取りは認めるよりも許容するという形になっております。また退職時ですねに残っている年次有給休暇、これはですね結局休んで英気を養う消化する日数がないという形で、仕方がなくこれも許容するという形で、退職時に残っている年次有給休暇の買い取りも許容されているといった状況です。また時効になった年次有給休暇、こちらもですね消化しようがありませんので、こちらに関しても買い取りの取得というのが許容されているという状況で、認めるというわけではなく状況なので仕方なく許容をしているといった形になっております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、年次有給休暇に関しましては年次有給休暇の管理簿の作成というのが法律で義務付けられております。どういったことを書くのかといいますと、労働者ごとに年次有給休暇を取得した時期、日にちですね、そしてあとは日数、基準日、年次有給休暇を付与する日にちですね、それを記載する必要があるという形になっております。また年次有給休暇取得と買い取りの違いがあります。在職時ですね、こちらは年次有給休暇を買い取った場合は所与扱いになりますので、社会保険の適用を受けている場合などではですね、所与支払い報告の届け出の手続きが必要になってくるという形になっています。また退職後に買い取った場合は退職金として扱う形になりますので、退職所得という形になりますので、いつ買い取っているのかというところで、取り扱いが違うところに注意をしてください。
また法定を上回る年次有給休暇の買い取りも許容されているというふうに説明はしましたけれど、こちらですね、正社員は法定を上回る年次有給休暇を付与しているけれど、非正規の方に関しては通常通りといった場合ですね、そういった場合は同一労働同一賃金の観点から不合理と言えないような説明ができるような準備が必要という形になりますので、取り扱いに不合理がないようにしてほしいと思います。年次有給休暇の取得義務化というのももうすでに始まっておりますので、助成金等を活用してですね、年次有給休暇の取得しやすい労働環境というのを整備をしていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。